長い人生、一つの出会いがその後の人生を大きく変えてくれることもある。俺にとって小林先生との出会いはまさに運命だった。たくさん悪いこともしたし、何度も反抗した。たくさん人を傷つけたし、何度も人を裏切った。あの時の俺は本当に最低の人間だったと思う。時は俺が高校生の時まで遡る。きっかけは本当に些細なことだったと思う。思春期特有のモヤモヤ、未熟さゆえのイライラ。俺の家は両親と俺の三人家族だった。当時、両親の仲はすっかり冷え切っていて、俺の存在などないのと同じだった。両親の離婚が決まった時、両親はお互いに俺を押し付け合って激しく揉めた。両親にとって俺は完全な邪魔者だった。思えばこの時だったように思う。俺の中で何かがぷっつりと切れてしまったのは、この頃の俺は本当にひどかったと思う。悪い仲間とつるんで悪いことをたくさんした。ある時は警察のお世話になったこともある。しかし、両親が警察に迎えに来てくれることはなかった。正直、自分たちに迷惑をかける息子のことなんて、もうどうでもよかったのだと思う。だけど、小林先生は違った。警察に来た小林先生は、俺のために一生懸命頭を下げてくれた。そして、迷惑をかけた相手のもとにも一緒に謝りに行ってくれた。小林先生は、決して俺を見捨てることなく、辛抱強く俺を諭してくれた。そして、時には真剣に俺のことを叱ってくれた。俺は小林先生には自分の弱いところを見せることができた。悪いことをして気分を晴らすなんて、そんなの自分で自分の心を傷つけるだけだ。そんなの、お前がただ苦しいだけじゃないか。お前の弱いところは俺が受け止めてやるから。俺が力になるから、何でも相談しなさい。小林先生にそう言われたとき、涙が溢れて止まらなかった。俺のことを見ていてくれる人がいる。そう思うことができたから。両親の離婚が成立したのと同時に、俺はアパートで一人暮らしを始めた。それも小林先生の勧めだった。小林先生は、俺が成人するまで、毎月の学費、生活費を俺の通帳に振り込む約束を両親と取り付けてくれた。それくらいするのは親としての義務らしい。まともに授業に出るようになった俺に大学進学を勧めてくれたのもまた小林先生だった。俺は高校を卒業したら就職するつもりでいた。将来の夢とか興味のあるものとかそういうものが何もなかったからだ。そんな俺に小林先生は、お前は模試の成績もいいし、今は奨学金制度や特待生制度もある。大学ははっきりと目標がある人だけが行く場所じゃないんだ。目標を探しに行く場所でもあるんだよ。と言った。そして俺は地元でそこそこ名前の知れた大学へ進学した。大学の合格発表の日、合格したことを小林先生に伝えると、当時もう俺の担任ではなかったのに、小林先生は目にいっぱいの涙をためて喜んでくれた。大学生になった俺は真面目に勉強に取り組んだ。今まで勉強なんて面白いと思ったことなかったけれど、自分の中に新しい知識が増えていく感覚に俺は夢中になっていた。もっと知りたい。もっと学びたい。
小林先生はそれが学ぶ楽しさだと言った。サークルはボランティアサークルに入った。今まで俺がしてきたことを考えたら罪滅ぼしにも全然足りないけれど、何もせずにはいられなかった。小林先生は俺が大学生になってもいつも俺を温かい目で見守ってくれていた。俺が大学2年生になった時、小林先生が高校を辞めた。小林先生は数年前から目に違和感を抱えていたらしく、病院を受診したところ、大変な病気が見つかったらしい。そして病院受診から数ヶ月後、小林先生の目は完全に光を失った。お見舞いに行った俺は完全に視力を失った小林先生を前にかける言葉が見つからなかった。目の前にいる小林先生の瞳にはもう俺の姿が映ることはない。それどころか愛する奥さんや自分の子供の姿さえも。悲しくないはずないのに小林先生は何でもないことのように俺のことをまっすぐ見て、見えているはずないのに先生は俺の顔が見えているかのようだった。わざわざお見舞いに来てくれたのか？お前、学校頑張ってるみたいだな。俺はお前のことずっと応援してるからな。と声をかけてくれた。俺が道を踏み外したとき、辛抱強く俺を見守ってくれたあの強い目。大学に合格したとき、まるで自分のことのように涙をいっぱい溜めていたあの優しい目。あの目に二度と光が届くことはないと思うと、俺はやりきれなかった。他の誰に認められなくてもいい。ただ、小林先生に誇れるような人間になりたい。小林先生の自慢の教え子になりたい。心の中で俺は強くそう思うようになった。時は過ぎ、俺は無事大学を卒業。大手家電メーカーに営業として勤めることになった。どこの企業も同じだと思うが、新入社員というものは学ぶべきことや覚えることがたくさんあって、毎日目が回る思いだった。先輩や同僚にも恵まれ、多忙ながらも充実した日々。月日はあっという間に過ぎていった。そして俺は初任給を手にしていた。初任給の使い道は最初から決めていた。小林先生に食事をご馳走したい。高校時代、迷惑ばかりかけた恩師である小林先生に少しでも恩返ししたい。少しでも成長した自分の姿で小林先生に会いたい。久しぶりに小林先生に連絡し食事に誘うと、小林先生はとても喜んでくれた。店は高級寿司割烹料理屋にする。少し背伸びしすぎたような気もしたが、初めてもらった給料で小林先生にうんと贅沢な思いをさせてあげたいと思った。そしてやってきた小林先生との約束の日。待ち合わせの場所にやってきた小林先生の手には白杖が握られていた。小林先生は白杖で地面をトントンと叩くような動作をしながら歩いていた。思えば小林先生が白杖を使っている姿を見るのはこの時が初めてだった。小林先生。俺は少し戸惑いながらも小林先生に声をかけた。おお、久しぶりだな。元気だったか？小林先生の笑顔はあの頃とちっとも変わらなかった。目が見えていても見えなくても小林先生は小林先生だった。そのことはひどく俺を安心させた。予約していた店に入り、
席に通される。席に着くなり小林先生はおしぼりを持ってきた店員に対し、この子、俺の元教え子なんですよ。初任給でご馳走したいって言ってくれて。と嬉しそうに言った。俺は恥ずかしくなって思わず下を向いた。料理を食べながらいろいろな話をした。未来が見えなくてもがいていた高校時代、講義やサークル活動ですっかり価値観が変わった大学時代、懐かしくも恥ずかしい話の数々に花が咲く。そして現在のこと。小林先生は病気を理由に教師を退職し、しばらく訓練を受けた後、企業の事務として再就職を果たしたらしい。視覚障害のある人には事務職はできないと思っている人も多いかもしれないが、音声読み上げソフトを活用することで、現在はそれも可能となってきている。それに小林先生は教師だっただけあって、コミュニケーションスキルが高い。それもあって、職場では重宝されていると先生は笑った。視力を失ってもなお、前向きに人生を生きている小林先生の姿に、俺は素直にすごいなぁと思った。俺もこの人みたいに生きることができるだろうか。そんなことを考えていると、テーブルには新しい料理が運ばれてきた。その時だった。おい、見ろよ。あんな盲目野郎に料理の味なんかわかるのかよ。底辺指定は邪魔くさいから、食事くらいコンビニで済ませろや。声の方を見ると、カウンター席に座る夫婦がニヤニヤとこちらを見て笑っていた。よく見ると、それは俺が勤務する会社の専務夫婦だった。専務はもともと俺のことが気に入らないのか、俺は何かと専務にけなされたり、見下されたりすることが多かった。いつもの俺なら、それくらいのこと我慢していた。俺が我慢して済むなら、それでいいと思っていた。しかし、今日は違った。専務は小林先生のことを馬鹿にした。正直、俺はろくでもない男だ。俺のことならどんなに馬鹿にされても我慢できる。でも、恩師である小林先生を馬鹿にしたことは、専務であろうと、絶対に許せなかった。頭に血が上った俺が専務に抗議しようと立ち上がった瞬間、気配で察したのか、小林先生が俺を制止した。見ると、カウンターの向こうで、大将も俺に目配せしている。二人に制され、俺はひとまず自分の席に座る。それでも、俺の怒りはとても抑えられるものではなかった。だいたい、日々を一生懸命生きている人を馬鹿にする専務のその神経が理解できなかった。怒りに震えている俺をよそに大将は、今日は新鮮なのが手に入ったんですよ。と、専務に声をかけ、付け台に握った寿司を出した。その時だった。は？付け台の上に乗せられたものを見た瞬間、専務は顔面蒼白になって怯え出した。付け台の上に乗せられていたのは寿司ではなく、新鮮な白子だった。怯える専務に向かって大将は、今日のは特別ですよ。フグの白子です。と言った。そして、それに乗っかるように、小林先生は専務に向かって、私のおごりだ。遠慮なく受け取ってくれ。と微笑み、受け取れないのであれば、今すぐお帰りを。と、大将が専務夫婦に対して、ドスの効いた声で店からの退出を促した。すると、今までの勢いはどこに行ったのか、
専務はハンカチで口元を押さえながら、いそいそとレジの方へ向かって歩き出した。何が起こったのか分かっていない奥さんは、何？どうしたのよ？と、慌てて専務の後を追っていった。専務夫婦が帰った後、大将は笑いながら小林先生に話しかけた。お客さん、アドリブうまいですね。正直、スカッとしましたよ。それに対して小林先生は、いやー、空気を読むのは昔から得意なんですよ。と笑った。わけがわからず呆然としている俺に対し、大将は説明してくれた。専務は昔、腕の悪い料理人のせいで、フグの白子により中毒になったことがあること。そしてそれ以来、種類に関わらず、大の白子嫌いになってしまったこと。白子を見ると、昔のことを思い出し、ああなってしまうこと。そして、うまいこと空気を読んだ小林先生が、大将の作戦に乗っかってきたこと。その後大将は、俺たちに白子の天ぷらを出してくれた。もちろん大将の腕は確かなので、中毒になることはない。白子の天ぷらを口にしながら小林先生は、どんな立場の人間でも言っていいことと悪いことの区別がつかない奴は人間として底辺な証拠だよ。と言った。小林先生は専務が俺のことを底辺と言ったことが許せなかったらしい。小林先生と食べた白子の天ぷらはなんだか優しい味がした。その後、俺にとって大きな事件があった。専務が降格させられた上、地方の営業所に飛ばされたのだ。高級寿司割烹に行ったあの日、偶然にも取引先の事業部長が来店していたらしく、専務が盲目の小林先生に暴言を吐く姿の一部始終を目撃。あんな差別発言をするような人間がいる会社と仕事をする気はない。と、会社は大きな取引先を失った。専務はその責任を取らされる形になったのだ。また、あんな奴でも客は客。店にとって大事な常連客を失わせてしまったことを俺も気にしていたのだが、大将は、あんな下品な客ならいない方がいい。代わりに君が今度から常連になってくれよ。無理しない程度でいいから。と笑ってくれた。小林先生は仕事をしながらマッサージの資格取得を目指して目下勉強中ということだ。人生はまだ長い。俺はこれからも目が見えないなりに楽しく生きていく道を模索するつもりだ。お前は俺の分までたくさんの綺麗なもの、汚いものを見て人生を謳歌してくれ。そして本当に美しいものは何なのか答えを見つけてほしい。これは俺からの宿題だ。俺と小林先生の新たな約束。それは俺と小林先生をつなぐ絆そのものなのだ。